今回の対決漫画料理チャンネルテーマはそうめんです。大市民第5巻に出てくるビールが止まらなくなってしまう田舎風そうめんの再現と、3月のライオン第12巻に出てくる野菜たっぷりの熱々つけ汁で食べるつけ麺風そうめんを再現していこうと思います。再現する漫画料理は2品ですが、食べられるのは1つだけです。あなたもどっちが食べたいか選んでみてください。高評価、チャンネル登録をお忘れなく。それではやっていきましょう。まずは大市民に出てくる田舎風そうめんからです。生姜を薄切りにしていきます。スライサーなるものを購入してみましたが、これの効果が気になるところです。いつか手を切りそうで怖いなと思っていましたが、私が切るより簡単でしかも薄い気がします。やはり人間の真髄は道具に頼るにつきますよね。そうしたら次は醤油と砂糖で生姜と豚肉を煮ていきます。大市民は小説家の山形という男のワイルドすぎるこだわりを詰め込んだヒューマンドラマっぽい何かです。かなりの昭和的なお話なので、飲酒運転やタバコ上等といった令和の今と考えるとだいぶぶっ飛んだ話になってしまっています。昔はこういうことが許されてたんだなと思うと、だいぶ時代の移り変わりを感じるなんとも豪快な漫画になります。豚肉の薄切りと生姜、これ煮てるだけでものすごい美味しそうな匂いがしてきます。結構ご飯やお酒を飲む描写が多く、そこに出てきた中でダントツに美味しそうなのがこの田舎風そうめんです。ビールとの相性がバッチリで、食欲が落ちてもいくらでも食べられてしまうというのがこの田舎風そうめんの怖いところでございます。この大市民さんはなんと月30万ポッチで生活しなければならないのだ。この描写を見たとき、金銭感覚の違いに戦慄してしまいました。いつか30万も30万ポッチと言えるような生活がしてみたいですね。30万があったら何でもできる気がしますね。さあ、そうこうしているうちにだいぶいい匂いが部屋中に充満してきております。生姜と豚肉を醤油と砂糖で煮込んだシンプルな料理ですが、それゆえに奥深く味わい深いものになっているのではないかと思います。さあ、ここで漫画料理紹介コーナーです。今回の漫画は大市民でございます。毎日暴飲暴食をしても健康だと言い切っている山形さんですが、さすがに暑いと食欲が落ちるそうです。今日も食べ放題は嫌いだなどと独自のこだわりのうんちくを垂れながら、夕飯を田舎風そうめんにすることにしたようです。やっぱり夏はそうめんですよね。山形さんの田舎風そうめんはそばつゆに工夫をしています。砂糖と醤油で生姜の薄切りと豚肉を一緒に煮ることでビールに合う食欲が止まらなくなるという、まさに男そうめんといったものに仕上がるそうです。この食べっぷりを見ていたら、そうめんでビールを飲みたくなってきてしまいました。ごくごくごくずるずるグビッグビッと今日も行きたいところだなと思ってしまいますね。思わず山形さんも劇画タッチに変わってしまうほどのうまさだそうでございます。どうですか、この飲みっぷり。飲みたいですね。こちらのつゆは、つゆというよりはタレに近いものということになっているみたいでございまして、温かいことが味噌だそうです。少し温かく濃厚な味わいなので、ビールの爽快感が余計に口に広がり止まらなくなってしまうそうです。そういえば大市民にはこだわりの瓶ビールの飲み方があります。なるべく薄いコップをきれいに洗い、最後に自分の歯を磨くことでビールの発泡感と冷たさがダイレクトに口の中隅々にまで染み渡る。この飲み方こそ大市民風というみたいです。さあ、今日の夕飯は田舎風そうめんを瓶ビールで流し込んでしまいましょう。強烈な大市民に対抗していくのは3月のライオン12巻に出てきたつけそうめんです。まずは生姜を千切りにしていきます。今回もスライサーを使用します。なんて楽なんでしょうか。買って大正解でした。3月のライオンは家族を亡くし将棋をやると言わないと孤独になってしまう少年レイ君が、なんやかんや愉快な家族と知り合い触れ合っていくことで騎士として人として成長していくという、なんだかんだ心が温まるストーリーの漫画となっております。私はアニメしか見たことなかったんですが、いつの間にかお姉ちゃんと先生島田さんの間に三角関係が生まれようとしていると非常に衝撃を受けました。私は先生も好きですが、お姉ちゃんとは会ってない気がするので、島田さんにぜひ頑張ってもらいたいなと思っているところでございます。
さあ、そして玉ねぎ、ナスを一口大に切っていきます。玉ねぎは半分で大丈夫です。ナスも半分で問題ないかと思います。ちょっと多く切りすぎてしまっておりますが、これはちょっと量を後で調整させていただく形になっています。何かアニメの2期の後から3巻くらいしか経っていないと思うんですが、なんですのこの展開。結婚すんの？島田さんと結ばれてほしいなどと頭の整理がちょっと追いつかなくなってしまい、やっぱり途中を飛ばして読むのは良くないなと思いました。ごま油でたっぷりの生姜を炒めていきます。そうしますと部屋中に生姜の匂いが充満してきますので、匂いが充満したタイミングで豚肉、野菜を炒めていきます。本来であればしめじが入っていくんですが、申し訳ございません。私どうも菌類、特にキノコが苦手なので、しめじはもうどうしても無理なんです。ごめんなさい。入れないでやっていこうと思います。再現というのかと言われれば再現じゃなくなってしまいますが、やはりそこは個人の思考に合わせたものが料理だと思いますので、そこはご容赦いただければと思います。さあ、全体的にしんなりしてきた段階でお湯を入れていきます。めんつゆの説明書を見たら、お湯とめんつゆ1対1でいいよって書いてあったので、だいたいそのくらいの割合でやっていますが、これはちょっと味を見ながら入れた方がいいというふうに漫画には書いてありましたので、もし差し支えなければ味を見ながらやっていただいた方がいいんじゃないかなと思っております。こちらは大市民のめんつゆと比べると非常に優しい匂いがしております。生姜も豚肉も同じようなものを使っているはずなのに、味付けとか野菜とかで匂いが変わってくるんだなという感じがしております。味を見てみたところ、非常に何て言うんでしょう、優しい、すごいふんわりとしたいい感じの匂いがしており、非常にそうめんと相性がいいんじゃないかというふうに感じました。さあ、ここで漫画料理紹介コーナー、3月のライオン12巻に出てくるつけ麺そうめんをやっていこうと思います。そうめんって毎回何束か迷ってしまいますよね。私はいつも2か3で迷いますが、いつも入れすぎた後後悔してしまいますよね。2人で6束は入れすぎだと思いますが、それでも食べられてしまうのがこのそうめんの不思議なところでございます。だいたい将棋パートとほんわか日常パートのある3月のライオンですが、日常っぽい回の一コマで夏の暑い日にレイ君が対局、ひなちゃんたちはお家でそうめんといった回になります。お野菜たっぷりと豚肉のビタミン B で夏バテ対策ですね。やはりたっぷりの生姜の千切りをごま油で炒めることがコツで、今回入れましたが、しそや七味の薬味を入れることが美味しさの秘密らしいです。その美味しさはキリッと冷たいそうめんに熱々の汁をくぐらせ、それでも冷たさを残したまま喉に入ってくることで無限に食べれてしまうという恐ろしさを持っております。合間に入ってくる野菜、豚肉、生姜のアクセントも素晴らしく、2人でもそうめん1袋くらいいけちゃうくらいの美味しさだそうです。しかしそうめん1袋はやりすぎな気がします。さあ、最終ラウンドやっていくんですが、今回2品ともそうめんを茹でるだけなので、ちょっと短めの尺でやらせていただこうと思います。規定の時間通りそうめんを茹でていきますが、皆さんは何のそうめんがお好きでしょうか？そうめんやっぱりイボの糸でしょうか？私は去年、そうめんのイボの糸のちょっと高い500円ぐらいのやつにドハマりして、非常に美味しいなと思いましたが、なんか一番高いのが1万円とかすると聞きまして、それで手出したらちょっと、終わりかなと思っておりますが、でも一度はいいから、一生に一度でいいから食べてみたいなというふうには思っております。さあ、キリッと冷水で冷やしましたら氷水にぶち込んでいきます。漫画の方では2品ともちょっと一口大に盛るみたいな感じでございましたが、私は昔からこのスタイルでちょっとやらせてもらってますので、ちょっとこのスタイルでやらせていただこうかなというところでございます。さあ、そうめんが冷えましたら完成ということでございます。さあ、2品で揃いましたので最終プレゼンを先にさせていただきます。まずは田舎風そうめんの方からでございます。生姜と豚肉を醤油と砂糖で煮たというシンプルなつゆでございますが、意外と奥深くかつビールに合うという非常に爽快感のある味わいとなっております。醤油と砂糖のちょっと甘辛い感じと生姜のちょっと独特な後味が最高な仕上がりとなっておりまして、もう何杯でもビールいけちゃうよというような感じのそうめんになっております。対抗していくのは3月のライオンに出てくる野菜たっぷりの熱々つけ汁そうめんでございます。こちらは生姜を千切りにしていることで生姜自体の味わいがまろやかになり、かつ野菜がたっぷり入っていることで野菜の主張が強く体に優しい味わいとなっております。ただもう冷たさと温かさが交わり、もう交互に無限に食べてしまうというものになっております。
さあジャッジの時間をやっていきましょう。審査員さんが選んだ方が動画になります。選ばれなかった方は私が裏で処理をしていくという形になっております。皆さんはどちらが好みでしょうか。ぜひコメントで教えてください。と言いたいところだったんですが、大変申し訳ありません。私がどうしてもビールと一緒に田舎風そうめんを食べたいということで、今回はこちらを動画にさせていただくという形を取らさせていただきます。瓶ビールキンキンに冷やしております。口の中も歯磨き粉で磨いてきましたというわけでですね、田舎風そうめんどうしても食べたかったのでいただきますということでやらせていただきます。うまいというわけでございますね。もうたまらなく、もう口の中にビールの旨味が広がるっていう感じなんですかね。やっぱ歯磨いてビール飲むというのはあまりやったことがなかったんですが、非常にたまらない飲み応えということで、今後も継続してやっていくことが決まりました。さあ、そして田舎風そうめんの方なんですが、やっぱりしょっぱさと甘さがですね、醤油の甘さと砂糖の甘さ、そして後味が生姜なんですね。非常に爽やかな風味がいっぱい広がりました。またこの歯を磨いた後の、ビールですね、これがちょっとたまらないの。皆さんぜひちょっと真似していただきたいなと思いますね。こちらに関しましては本当にお勧めしますね。で、田舎風そうめんの方はもうちょっと砂糖を多く入れてもよかったんじゃないかなと思いますが、このつゆだけでももうおつまみになってしまいますね。なんか個人的にちょっとそうめん食べながらビール飲んだらもうちょっと人として終わりかなと思っている節があるんですが、これちょっとなかなかいい組み合わせだなというふうにちょっと思ってしまいました。夏はですね、もう毎年やるべきだなというふうに思っております。はい。というわけでビールと田舎風そうめんマジでおすすめなので、ぜひやってみてください。それではさよなら。この動画を見て美味しそうと思った方はチャンネル登録高評価お願いします。さあ、選ばれなかった方を食べていただいたもののレビューを私が解説するコーナーでございます。やはりちょっと野菜がですね、非常に柔らかくですね、そうめんと、合うということはいただいておりますね。めちゃくちゃ美味しいということはいただいておりますが、俺はちょっとどうなんでしょうね。食べてはないんですが、結局田舎風そうめんには勝てんだろうというふうに思っておりますので、